仏教では自分があると思うことから苦しみが生じると説かれていますね。しかし自分を捨ててはならないとも説かれていますよね。前者と後者では同じ自分という言葉が使われていますが、意味が違うのでしょうか。よろしくお願いしますという質問です。意味が違うんですね。だから前者でね、永遠不滅の私という素晴らしいと尊い何か実体宝物があるんだっていう考えで、2番目は自分捨ててならないっていうのは日常的で言う自分という考えなんですね。そちらの哲学は何もないんです。確かにそういう言葉は、使ってますけど、仏教史の中で誤解されたことは一度もないんです。この自分を捨ててはならないっていうことで、もう頑張らないで精進もしないでも全部放棄して流しちゃってもいい加減な状態になることなんですね。何でもいいやと、もう嫌になっちゃったというこの負けの精神なんですね。だから負け精神になっちゃって自殺までするんだからね。だから毎日毎日自己制御があって気をつけて生きることで自分を捨ててないっていうことになるんですね。そこで自分を守るというところで、仏教はまた別な定義があって定義がありまして、自分を守るとはどういうことかと。何で守るの？何から守るのかというふうに分析していくんですね。そこで外の敵から自分を守る、ビールスから自分を守るとかね、そういうやぶ雑っぽい話ではなくて、自分の心に貪心地があるんだから、怒り嫉妬憎しみ差別気持ちあれやこれやとあるんだから攻撃受けやすいんです。だから敵がお城の中にいるんです。後ろの中にいて門の鍵を開けちゃうんです。城壁それで外の敵が至って簡単に入るんですね。だから外の敵は気にすんなよと、この領域の中にいる敵たちを処分しなさいと。だから城壁のように町ながらね、パーリ語ではねのように守りなさいとおっしゃっているんで、そこで自分自身が城壁が持っている大きなお城だったら、その中に敵があちらこちら隠れてる、怒り嫉妬憎しみ打ち込み傲慢見えあれやこれやとかね、その人々は敵たちが外に門を開いておいちゃうんですね。そこで外からも攻撃を受ける。実際は中からも攻撃を受けるし、中から攻撃始めたら外からも応援が来るんです。だから自分を守るとは自分の心の中にある敵を処分することなんですね。だから自我がないっていうことは哲学的な形而上学的なところに分析するとそういうものはないっていうふうなことなんですね。
実践的には一応こうやって組み立てた仮に自分という名前の書式があるんですね。看板は自分なんですけど、看板にはそんな価値がないんです。ある組織なんですね。だから一人名前至って簡単に付けられるでしょ。田中やらもう太郎やら次郎やらね、簡単です。この子に太郎と言いましょうと、何もこともないんです。太郎はいけませんと、これ合わないんだと、これないんです。日本の2人に生まれた赤ちゃんに、じゃあジョンと名付けましょうと。これは合わない名前はと。ありえないでしょうね。ジョンという名前ははめるし、最初この名前ネットで調べて入れたっていうのはどうったことはないんで、だからこのシステムにどんな看板でも付けます。だから我々は自分という看板を付けているんです。他の人々は別な看板を私に付けているんです。あなたはあなたに自分と言うんだけど、他人はあなたに自分と言いません。別な看板勝手に付けているんです。だからこの組織に人は好き勝手に看板かけてはいく、かけてはいく、かけてはいく、気にすんなよと。全然問題ないんです。みんなその人の言葉気になるでしょ。あんたはもう本当に性格悪いとかね、あんた怠け者でしょとかね、勝手に看板つけてってなんでそんな乗るの。誰かが私が住んでる家にね、なんて言いますか、ラーメン屋さんのやつね、そちらラーメン看板見て、誰かがラーメン屋さんと書いているとか、ラーメン作らなくちゃと、私乗る必要ないんです。看板蹴っ飛ばしちゃえばいいんです。そういうことで、この自分とは実際存在としてあると勘違いすることは錯覚で、違って看板通してね、ちょっと首にかけた名札通しての、自分という名札があります。はい、以上です。はい、ありがとうございます。